はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、この動画ではこの韓国経済と韓国経済とっていうよりは、ある方から見た、多分これ、どうだろうな。パヨった、ね、このコビカン、どうだろう、ただのザパニーズライターかもしれないですけども、なんかね、もうずっと韓国のね、もう、先進国、韓国の素晴らしさをずっと韓国に暮らしてね、こう肌身で感じて、で、久しぶりに日本、4年ぶりって書いてあったっけ、日本に帰ってきたら、もう日本がもうグダグダでダメダメで、もう韓国と比べてもうマジ日本丸ごとオワコンみたいな、いわゆるそういうなんか、コビカン、コビカンでもないな。なんかそういう風に映る人にはそういう風に映るんでしょうね。どういうメガネかけたら、コビカンメガネか。増税メガネじゃなくてコビカンメガネか。なんか反日売国税パヨった連中からすると、ね、ある意味このもう韓流ステマの類なんで、実際どうなのかって関係ないんですよね。だって本当にそうだったらさ、ね、なんで日本にあれらが居座り続けてるのかとかいろいろ説明つかねえじゃん。じゃあ、ね、こいつらのこの嘘でたらめ、ざれ言なんかはっきり言って何の価値もないんで、じゃあ実際日本今どうなのか。円安って追い風もあってね、すごいっすよね、ことごとく日本企業が。増収増益。経常収支もどえらいことになってるじゃないですか。貿易赤字がだから何かしらこの輸出でこの食べてた企業ほどすごいことになってますよね。貿易赤字が縮小する一方で輸出が大幅増加ですよね。全体で見てそんな感じだし、個別に企業別で見ていくと、特にこの、目立つのがやっぱりこの、大手製造業ですかね、何かしら。だから自動車、車屋さんがすごい目立つんですよね。例えばもうトヨタは連日ね、お伝えしている通り、過去最高益、トヨタが3兆9500億、あとホンダが82%増の6163億、日産が4.6倍の2962億、スズキが2400億、マツダが1700億、いずれも過去最高益なんだって。個別でね、見ていくと、ホンダさんがどうだとか、ね、日産がどうでしたとか、ね、いろいろあるんですけど、韓国にとっちゃ面白くないでしょうな。こんなね、現実がね、次から次へと連日上がってきているのにね、よくもなんか、何フィルター、ね、コビカン反日売国メガネ、ね、このかけてるとはいえ、よくこの現実をガン無視してね、韓国ホロホロ記事を、ね、書くのもある意味テクニックか、これ。ねもうキムチかじりながら、トンスで浴びながら、フェーってね、血中カプサイシン濃度上げながらこの書いてんだろうね。いいや。じゃあ、そうだな。韓国大勝利、日本ざま日本どうだ怖いかから見ていきましょうか。日本に帰国して驚いたんだって、物価安で。物価安ニューヨーク帰りなのか、この人は。韓国もなかなかの物価高ですからね。ちょっとね、なんかくどいところは省いて、90年代の終わりに E チケットが登場して、旅行会社からの搭乗引換券が必要なくなった時はいい時代になったと感動した。しかしそのパスポートだけをカウンターに持っていけば何でもやってもらえる時代は20年で終わった。韓国の急激な機械化は労働力不足の解消にはいいかもしれないが、顧客側が自分でやらなければならない。出国審査が機械化されて無人になっていたことにもいちいち驚いて、完全におのぼりさん状態だった。日本について驚かせたのは、新宿駅の工事や下北沢周辺の変わりようであったと。新宿駅の工事なんてずっとやってんじゃんね。自分でいる場所がどこなのか、もしくは以前どこだったのか全くわからない状態になっていた。どこに行っても外国人ばかり目について、自分が故郷に帰ってきたのか知らないところに来たのかわからない。自宅の玄関ドアを開けてようやくほっとした。日本にいる間に一日だけ一人で出かける時間があって少し郊外に行ったが、タクシーが全く捕まらなかった。もうそんなもんしかないんだ。タクシーなんてそこら中に走ってるけどな。どの辺近所の話してんだこれ。で、偶然駅のロータリーで客を降ろしているタクシーを勢いで捕まえて乗せてもらった。運転手さんは日本は賃金が上がらず、税金と物価だけが上がるとぼやいていた。賃金が安すぎてタクシードライバーのなり手がいないのだそうだ。それでも日本の物価は安いと思った。いや、外国と比べると異常に安すぎる。
外国人に買い漁られる日本、韓国には文政権が最低賃金を大幅に上げ続けた余波が残っていて、来年には最低賃金、9860ウォン、時給ですかね、になる。日本に換算すると1000円以上。ちなみに2014年の最低賃金が5210ウォン、韓国に来たばかりの2004年はなんと2510ウォンだった。コンビニの求人の張り紙には時給3000ウォンと書いてあったのを思い出す。韓国はこの20年で賃金が3倍以上になったと。日本で損保に勤めていたが正社員を辞めて派遣に切り替えた2003年当時の時給が1700円だった。当時損保事務は時給が高いと言われてはいたが、この差を見ていただきたいと。どの差だ？韓国はこの20年で物価も2倍に跳ね上がった。ただ21年は 4.3%、22年も 2.6% の経済成長を実現していると。実現しているんだ。債務が膨れ上がっても政策が失敗しても活気があると。強気だな。短い日本滞在期間であったが、日本人の活気のなさと外国人の多さに驚いたと。日本人活気ないんだ。なるほどね。インバウンドで活気づいているというより、買い漁られているという感じだ。1ドルが150円に限りなく近い超円安時代では仕方がないのか。151とかじゃなかったっけな。これはあくまでも4年ぶりに日本に帰国したコリアナイズされてしまったものの個人的な感想なので、誤解のないようにお願いしたいと。排他的な対はないって言ってるんですけど。いやー、プンプンとね、コリアナイズ臭がしますよね。まあ別にいいと思いますけどね。滞在している間、新大久保コリアタウンで友人に会ったと。いや、コリアナイズされてる証拠じゃないの。そこに集う日本の若者の多さに驚いて、韓国がこんなに日本人に人気があることも驚いたと。お店の外に貼られている韓流アイドルの顔が誰なのか全く分からず、店員さんには韓国に住んでいるのに BTS の顔が分かんないんですかと逆に驚かれた。昨日は韓国のエンタメニュースを見てみたら、とどまるところを知らないカンドラブームという文言が目に入った。知らないところで韓国と日本の大衆文化はこんなに行き来していたのか、本当に驚くことばかりだった。韓国がネイティブ級にできても、この会話に入ると全く役に立たなそうだなとおかしくなってしまった。今日の目的だった、実家の母は思ったより元気だった。母が韓流ドラマの元祖ともいえるチャングムの誓いに夢中になっていたのも、今となっては昔の話だ。日本と韓国の関係に様々な角度から大きな変化が見えた気がしたって言ってるんですけどね。まあ、立花さんっていう方の記事なんで、まあ、興味ある人は見てみてください。なんか実際に流れてるニュースとだいぶかけ離れてますよね、やっぱりね。コリアナイズが加速すると、こういう思考回路になるんですかね。22年までのね、この経済状況、なんかこの経済成長を言ってましたけどね、債務が膨れ上がっても政策が失敗しても活気があるっつってるんですけど、23年がどういう状況か知らないんですかね。てか、ステマ禁止じゃなかったっけ？まあ4年といえばね、韓国が不動産バブルの熱に浮かされた時期の感覚だから、まあ不動産バブル崩壊による冷え込みを感じるのは多分これからなんじゃないですか、この人はね。まあ、なんていうかね、これ日本国内でも同じことが言えるかもしれないですけど、当のこの韓国民より厄介な連中ってやっぱいるんですよね。実際韓国生まれ韓国育ちの韓国民も韓国メディアも韓国経済ボロボロ、とうとう成長率も日本に抜かれたって嘆いてる人がいるわけですよ。まあほとんどがそんな感じじゃないですか。頭の中がこのサムスンイケイケ経済成長しまくりの時代で止まってんですよね。一昔前の逆転現象が起きている感じかな。いつの時代の話をしてるのかな。しかもその経済成長しまくり、サムスンイケイケ、韓国イケイケだってあれだっていわゆるこの砂上の楼閣っつうかね、それですら日本ありきのもう一切合切なんだろう、韓国にとって都合の悪い部分をガン無視して作り上げた、だって結局韓国すごい、日本ざまあ、いやそれは別にいいんですよ捉え方人それぞれなんで。でも言ってることに何の説得力もなかったですよね。タクシーが捕まんねえからどうしたよ。まあ相変わらず自画自賛のこのまあホラッチョだかホルッチョだか知らないですけども、韓国が借金して経済成長しているように見せかけているとしか読めないんだけど返済のあてもないくせにいざとなったら日本にこのゆすってたかってって
どこが実質 G8 なのか逆に聞きたいですけどね。さあ、じゃあ、日本企業の増収増益ですけども、黒字化3倍、4月9月ですかね、過去最高12兆7064億円ですよ。財務省発表ですけども、ね、23年度上半期4月から9月ですよね。国際収支が速報値ですか。貿易や投資によるお金の出入りを示す経常収支が12兆7064億円の黒字でしたと。黒字幅が8兆4834億円増えて、前年同期比約3倍、下半期含めた半期別で過去最高でしたっていう、そういうことなんですけどもね。まあ多分この立花さんあたりには、この辺の数字はまだ見えないのか、見てないだけなのか知らないですけどもね。まあでもほら、韓国向けにね、日本の反日クスマスゴミなんかは、ね、なんかもう韓国民がね、この受け入れやすいようにマイルドに貿易収支1.4兆赤字って報じるから、まあ安心してくれよ。ということで続き後半サロンの方ではね、主に日本の車屋さん、トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、スズキ、ね、すげえなーっていう話を見ていきますんで、ね、韓流ステマにならされて、ね、韓国イケイケどんどんでまだ酔ってるっていう方がまあここにはいないと思いますけど、ね、そういう人たちは見ない方がいいですよ。ショックが強すぎると思いますんで。ということで、ごきげんよう。